はい、皆さんおはようございます。おはようございます。今日はケンタッキー州に来ております。お、フライドチキンですか、先輩。その KFC じゃないから食べ物にもうすぐ進んでいっちゃうからね。マンモスケイブっていう鍾乳洞ですね。ここはなんか世界一長さを持つ洞窟みたいで591キロでも今はでもそれよりもまだ長く見つかるんじゃないかって言われてます。すごっ、やばいやんここまで来るのに1時間ぐらい今運転していたんですけど、昨日はいつも通り得意のラブズでゆっくりして、昼前かな出てきたのはね。今12時ですね。安定のお昼出勤でございます。はい、じゃあ早速ビジターセンターに行ってきたいと思います。はい。およそ 0.25 マイル先、左折してビーバーデカメートルチャペルロードに入ります何それ。ビーバーダムだって。左折してビーバーデカメートルチャペルロードに入ります続いてビ右ーバ方向です。ーデカって書いてないけどさはい、ということで久々にナショナルパークのサインのところまで車止めて来れることができました。看板見るの久しぶりだね。いやほんまにいつもね結構見つけられへんかったりとかするんやけど、今回はここしか道が入り口ないんかな。あとなんかちゃんと看板の前にあれだよね、パーキングがあったからうまく入れたって感じだね。ないとこもあるからな。マンモスケーブナショナルパーク来ましたー。いつもと違ってブースでお金払うみたいなのはないんやな。グレートスモーキーもなかったよね。あー、なかったなかった。ちょこちょこ歩くよおる。9月の中旬の平日やのに結構人がいっぱい。そうだね。すごいね、みんなどんだけ休んでんのすごい疑問子供もいっぱいいてな、海外だからだと思うよ。お父さんたちがなんていうの、夏の時期に休めない人たちもやっぱりいっぱいいるだろうから、家族の休みに合わせて子供もそうそう、こういう時期にね、休んでアメリカらしいよね。そう、ちなみにツアーに参加するのが前提みたいな感じで、ツアーの種類も多分10種類ぐらいはあったと思うんやけど、ツアー参加しちゃうとやっぱ撮影がねちょっと泊まりたかったりするとか泊まれなかったりとかもあるんで、できればツアーなしで行きたいんですけど、それが可能なのかどうかがちょっとねわからないので、それを解明じゃない、なんていうの、フィギュアアウトフィギュアアウトしていきたいと思いますこういう風にいろいろツアーがあって、時間というのができるはこういう感じですね。今聞いてきたんですけど、中はやっぱりツアーがないと入れません。だよねそのぐらい大きいって書いてあったし、迷路みたいって書いてあったからな。勝手に入られちゃうとね、危ないよね、やっぱりね、管理する側からしてもね。何のツアーにしたの？このバイレットシティランタンっていう一番人気のツアーで、ランタンの光しか持っていけないっていう、ちょっと暗めの多分ツアーになるんやけど、すごいインディ・ージョーンズっぽいやんかし、あとなんか10個ぐらいツアーあったけど、あんまりやっぱどれも当日やし空いてなくて、あと残ってんのがなんかアクセシブルっていう、ね、ちょっと車椅子の方用のツアーとか、ヒストリックっていうのは多分まあ一番ベーシックに警部の歴史とかを知れるツアーみたいな感じだけど、やっぱ2人の英語力と考えるとちょっとあれかなと思って、とりあえず一番人気のやつにした。じゃあ宝探しできるの？そうよしランタンの光を頼りに、見つけて真っ暗の中で金を探したいと思いますかっこいいよね、それね。匂いがやっぱろうそくの匂いみたいなランタン新品のやつよりそれがなんか年季入ってるのがかっこいいじゃない探検家にできます、そう3時間だし3時間3時間結構あるね。14時間ああ、チケット忘れてた。When it's you, thank you. ピーみたいなやばへんよなあんのに寒いよもうすでになんかずいぶん涼しいな
あっちからも来るしちょうど入れ替わるんだね。あっちの午前の会すごい人やな。まあでもこっちの人あれじゃん、ランタン持ってないけど。ああ、じゃあ違うツアーな、あれかもな、ベーシックのツアー。でもめっちゃすごい人じゃん。100人以上いる。一回でな。映ってない。超怖いなんか黒い人がいる。Somebody got a little terror or anxiety coming in the cave, or just like, oh my これね、マジで何も見えないっす。これランタンじゃないツアーどうなってるんやろな。違う場所行くのかな。ランタンなかったから無理じゃない。でもね、いい感じに照らしてくれております。どうですか。全然もうこれね、結構ね、私のせいで160センチでうわ当たりそうってなんか思うぐらい当たってる。レニープーさんは当たってるらしいです。 We're gonna stop here. Welcome to Mammoth Cave. Hopefully your eyes should adjust. 下り坂。危ない危ない。今10分15分ぐらい歩いたかな。ちょっと光があるゾーンにようやく到着しました。ここまではね、ほんま真っ暗やったんよな。何もなかったな。あったのかもしれない。何も見えない。普通にウォーキングを楽しんでおりました。なんか小さい橋。あ、座るの。前に。食ったり。おお、坂道になったぞ。今ツアーが始まって約1時間半ぐらいですかね。ひたすら歩いて、途中話聞いて、歩いて話聞いて、これで多分半分ぐらいなのか。あ、水の音がする。全く見えないけど、めちゃくちゃ坂を登っています。100人ぐらいの人間が黙々とこの暗い道で坂道を登っております。I know some of us don't know. I like to do comparisons. I'm gonna be parked in the visitor. Now, you all know that Mammoth Cave is the longest cave in the world. I was wondering who has the biggest visitor center parking lot in the entire Park Service. I figure Yellowstone or something like. We got it. So half our parking lot would be the size of this room. You could put 4 of our visitor center buildings inside this building. Now back to Yellowstone, their parking lot, their overflow parking is pretty big, but we're talking visitor center parking lot. Okay. So this is pretty amazing. Lots of torch stick material. あー、 In the middle of the right spot, a little bit of fabric. Hard to know what it was. Battered away. See the mining activity all up there. And you know, how did they get up there? Well, we find climbing poles. So this next big hill is pretty steep. またまた超絶登りでございます。もう足が終わってる。足終わった。腰も終わった。天井が低すぎて。いや、結構ギリギリよ、みんな。ここからもう終盤ですかね。かなりスティープが、勾配がきつい。ここを降りていくみたいです。怖っ。危ない。500フィートってことは250メートルぐらいの地下に今向かってる感じ。最後また登らなあかんなっちゃった。つらら？鍾乳つら？鍾乳つら。鍾乳つらら。どこの名前ですか？もうでも歩くんや。足パンパン。
まビジターセンターに戻りたいと思います。これ何味ですか？バナナ。バナナあんま好きじゃないのに。他に分かるものがなかった。そっちは？バターピーカン。ピーカンたっぷり入ってるの。うまっ。でもこのピーカンやっぱ最高。好きな人はめっちゃ好き。ちょっと。ちょっと。ごちそうさまでした。兄さんこれ何を買ったんですか？ケイブマンバーガー。洞窟マン？全部別々なんだけど、肉も超肉々しいっていうか、話ぐらいな感じなんだけど。ねなんか逆に固まりすぎてる。え、なんかすごい硬そうに。まあでもめちゃめちゃさ、出てくるの早かったからもう多分朝一とかで焼いて置いてるんやろな。仮設だから作れないのかもしれないね、今ね。なかなか難しい。スープとかが好きにある。持ってきましたね。いただきまーす。肉硬い？まあ、硬くはないよ。味ある？まあまあ、味はまあまあついてない。すごっ。プルドポーク。こっちは打って変わってむちゃくちゃ味付けそうやな。味付けいつものプルドポークって感じやな。でもやっぱり肉はめっちゃ硬い。そうだね、見た目もちょっと硬そうだもん。乾燥してなんかこうパサパサになってる感じ。むちゃくちゃ味濃いでもこれにご飯食えそう。ツアー終わって行ってきたんですけども、ちょうどね多分3時間ぐらいでツアーが終わったかな。それでバスがなかなか来なくて帰りのでちょっと待って、多分それでなんやかんや 2,30 分経って結局ね今が6時前ぐらいになってしまいました。長めのツアーやったかなって思うんですけども、なんせねやっぱりもう暗すぎて全然映せへんかったっていうのがねちょっと心残り。すごい行ってる方はね、真っ暗な中こうランタン持ちながら進むからめちゃくちゃ楽しいねんけど、撮影っていう部分に関してやっぱりかなり厳しい、真っ暗ずっと皆さんにお届けできなかったなっていうのがあるんですけど、道自体はすごい舗装されてて歩きやすかったんですけど、なんせ結構狭いとことかも多くてこう2人並んで歩くのがちょっとね厳しい時とかもあって、下が見えないんではみ出して落ちそうで怖い時も結構あったかなっていう感じですね。同じなんか洞窟系のナショナルパークでね、やっぱ私たちが前に行ったカールズバット国立公園の方もあったんですけど、やっぱカールズバットの方がまず自分らでその歩いて中をね探索できるんですよね。なのでこうなんか自分のペースで行けるというか、写真とか撮影したりツアーに参加したかったらツアーもこう何個もあるしみたいな感じで、楽しみ方がカールズバットの方がこうチョイスできる感じやったかなって思いますね。今回のはその、ね、最初にちょっと話したみたいに世界最長っていう、その長さがその細い道で細かく枝分かれしてこうつながってるっていうところから迷路みたいな場所だっていう表現もされるぐらいちょっと難しい道っていうこともあって、なかなかその自由にね誰でもどうぞご自由に入ってくださいっていうのは難しいみたいで、迷ってしまうからな、出てここどこみたいな一生帰ってこれませんでしたみたいになったらやっぱ困るから全然そのねやっぱツアーでしかだから入れないっていうのは理解できるし分かる。やっぱりツアーの人たちもみんな中何も見えないじゃんっていうところにちょっと不満があったっぽいね。みんなその自分たちで明かりを当ててもいけないし、レンジャーの人が唯一ここにこういうものがあるよってライトで一瞬照らしてくれるものだけでねそう、ツアーに参加してるお客さんがこう一生懸命写真撮影しようとしてカメラのフラッシュパンって焚いてしまった時においやめろみたいな感じで結構きつく言われてたからいやもちろんあかんっていうのも、別にそれがルールやって言われたら従うしか全然ないんやけど、でもちょっとやっぱ気持ちはわかるというかな。みんなね携帯で写真撮る人たちって全員が使い方熟知してるわけじゃないからやっぱり、ね、フラッシュついちゃう時もあるとは思うんだけど、肉眼で見るにしても結構肉眼でも全然見えないよね。1メートル先も見えへん状態で、歩いてて雰囲気はあってねすごくね、アメリカ生まれアメリカ育ちの人たちはやっぱりああいうそのレンジャーのね話してくれる内容に対していろいろ
質問したりとか、手挙げたりとかしてこう発言するじゃない、だけど今回も他の国の人がやっぱ多かったのかな、ヨーロッパ系の人が多く見えたんだけど、そうなってくるとやっぱりその文化とはやっぱり違って、アメリカの人たちはこうそこを楽しみにするしかないのかなっていう感じで必死にこうね会話して楽しんでる感じ、ディスカッションして楽しんでる感じだったけど、やっぱまあね、自分も英語はそこまで得意じゃないっていうところもあって、必死に理解しようっていう部分でもう心折れてしまう結構がっつりほんまにちゃんと説明してくれてたから、どういう経緯でとか、あんまり英語分からへん民からするとやっぱもうちょっとね目で見えるものが、楽しめるものがあった方がねもっと良かったな、まあすごいなんていうの、施設としては面白いなって思ったけど、今回のそのマンモスケーブは、トレイルもかなり楽しそうで、いろんなチェックポイントなんかが設けられてて、ケーブの中の今どういう位置にこの下にケーブがありますよっていうのが写真で見れたりできるようになってるんだよね。なんかスキャンしてってこと？そうここにいますみたいな。そう、今 QR コードがそこにいろいろ置いてあって、で今日もいっぱい疲れたからいっぱい食べるんでしょ。そうだねそうだねってそんな深く言われても怖いけど肉このトレイルが終わった瞬間に早速今日何食べれるかなみたいな位置関係とチェックして、まあ2時間、まあここかなみたいな